本能寺の変。どうする家康に学ぶ日本史。なぜ光秀は謀反を決意したのか。明智光秀が起こした本能寺の変については謎が多く、その動機についても様々に論じられてきた。なぜ光秀は謀反を決意したのかをもう一度資料を紐解きながら詳しく検証してみよう。織田信長にその才能を認められて異例の出世を遂げた明智光秀だが、古くからの織田家臣とは衝突することも多かったようである。特に羽柴秀吉とは熾烈な出世争いでしのぎを削っている。光秀は1576年5月、長年の疲労が蓄積していたのか、重篤な病に倒れ、一時は死亡したという噂も流れたほどであった。光秀には最愛の妻広子がいたが、広子の献身的な看病の結果、光秀は奇跡的に回復している。ところが光秀と入れ替わるようにして広子が病に倒れ、半年後には帰らぬ人となっている。広子は浪人時代の光秀を自分の髪を売って支えたと言われる賢婦人である。金目狂気には愛妻の妻を亡くしたショックは大きかったようで、光秀はその後うつのような症状を頻繁に見せるようになったと記されている。しかし丹波攻めを信長から任されていた光秀は静養することは許されず、再び軍務に復帰している。ライバル秀吉への焦りからか、光秀は八上城の兵糧攻めで400-500人を餓死させるなど残虐な一面を見せている。この頃に信長は光秀と秀吉について次のように語っている。丹波平定における光秀の働きは織田家の面目を天下に施した。それに続くのが羽柴秀吉で、中国攻めでの功績は比類がない。つまり信長は光秀と秀吉のライバル心をくすぐりながら丹波と中国の平定を推し進めていったのである。信長は秀吉に筑前の神という官職を与えると、光秀には日向の神という官職を与えて、どちらが先に九州征伐に向かうかを競わせている。そのため光秀は重臣の斎藤利光を通じて、土佐の長宗我部元親と気脈を通じて将来の四国九州攻めに備えていた。ところが光秀が一番頼りにしていた妹で信長の長期であったおつまきが突然に死去するのである。多聞院日記には、おつまきは信長から最も愛された側室で、信長と光秀の仲を絶妙に取り持っていたと記されている。途中入社の光秀がここまで出世できたのも、妹のおつまきの存在があったからこそであった。そのおつまきを愛妻に続いて失ったことで、光秀は二度と立ち直れないほどのショックを受けている。1581年天正9年、信長は突如として四国政策を変更して、長宗我部元親にそれまで許していた四国切り取り次第という政策を禁止する。さらに翌年に信長は嫡男の信忠に長宗我部征伐を命じるのである。そのために光秀と元親の関係は無となるどころか敵対関係となってしまった。四国九州制覇への道を閉ざされ、
中国攻略に成果を上げる秀吉と大きく差を開けられた光秀はいよいよ窮地に追い込まれていく。信長に中国攻めをする秀吉の後詰めを言い渡された光秀はこの時点で完全に切れてしまった。そして精神的なバランスを失ったまま1581年天正10年5月17日運命の愛宕山参詣を実施している。ここでは戦勝祈願の連歌会が開催された。この時に光秀は八句で「時は今雨が下知るさすきかな」と読んでいる。時とは光秀の出身である時氏を指し、雨は天下を指す。下知るとは命令のことであり、時氏出身の明智光秀が天下に向かって命令を下すこと、つまり光秀が天下人になるという意味だと言われている。光秀はもともと強欲で冷血な人物だったと言われている。比叡山焼き討ちも主導したのは信長ではなく光秀であった。そのために織田家臣団内でも光秀は孤立していたと言われている。ところが気丈な妻に支えられ、また妹おつまきが信長の長期となったために異例の出世を遂げる。ところが中国攻めで秀吉に追い抜かれ、信長の四国政策変更で挽回するチャンスは消滅する。精神的バランスを崩した光秀は連歌会で謀反を表明したため、後には引けなくなる。明智光秀が本能寺の変を引き起こした背景には、やはり光秀自身の残虐で謀略好きな性格が起因している。織田信長がその光秀の気質を見抜けなかったのは、天才にありがちな常識外れ、世間知らずという欠点によるのかもしれない。